こんにちは。このポッドキャストはゆっくりの日本語、はっきりと話す、そういうポッドキャストです。聞き取りに分かりやすいと思います。じゃあ今日はね、リラックスして、聞いていってくださいね。はい、この間ね、お昼ご飯を食べに行きました。ランチを食べに行ったんです。僕はその時は、ちょっと人がいる場所にいましたね。外国の人も多い場所に行ったんですね。そこは蕎麦屋さんです。蕎麦ね、麺の蕎麦ですね。結構ね、安くて美味しいんですよ。うん。そこは夜は蕎麦とお酒を出す。そんなお店だと思います。はい。なので、カウンターなんですね。席が。席がテーブルではなくてカウンターで座ります。キッチンの目の前に座って横に並んで座りますね。はい。そこはね、店員の人、オーナーの人かな。オーナーの人が優しい人です。そしていい人だと思います。うん。お客さんとね、よく話していますよ。毎日来るお客さんとか、よく来るお客さん、ね、その人たちとたくさん話しています。そういう人たちは常連って言いますね。常連さん。なぜかさんをつけますね、そういう時は。常連さん。ね。正しい日本語ではないのかもしれない。教科書に載っている日本語ではないかもしれない。でも、みんなが使います。常連さん。そこでね、僕はいつものメニューを頼みました。美味しいな。そして隣にね、2人いたんです。多分外国の人ですね。で、多分旅行で来ている。日本の旅行に来ている人たちが、楽しそうにね、食べて、そして食べ終わりました。ご飯を食べ終わって、そしてお金を払いました。ね。で、立ち上がりましたね。一人の男性が、その二人組の一人の男性が立ち上がったんです。で、なんかちょっとそわそわしている。ちょっと少しだけ、緊張感がありました。あれなんだろう、僕は思いました。もうお金も払ったし、ねえ、あとは帰る。ね。お店を出るだけ。その人たちは、あとはお店を出る。だけど、立ち上がって、ちょっと、店員さんの顔を見たり、ちょっとだけ、携帯電話を見たり、ねえ、している。あれなんだろう、何なんだろうな、思いました。そしたら、その人は、店員さんに向かって、言いました。ごちそうさまでした。はい。ごちそうさまでしたと言ったんですね。そしたら、その場にいた人たちは、笑顔になりました。ははは、いいですね。あら、ありがとうございますね。店員さんは、ありがとうございます。ね、嬉しそうな顔をしたんです。ねえ。で、僕も温かい気持ちになりました。いいな。うん。その人がね、日本語を多分話せない。
ね。話せないです。でも、話そうと決めていた。ね。よし。日本に来たし、僕は日本語を使うぞ。そして、それを伝えた。きっと緊張したと思うんです。ね。僕も緊張すると思います。使ったことのない言語、ね。それを話す。ネイティブの人に話す。それは緊張しますね。はい。でもその人はそれをやった。そしたら、みんなが温かい気持ちになった。素晴らしい。これがね、言語のいいところですね。言語を使う。言語を学ぶ。これのいいところですね。発音は、良くなかったかもしれない。でもそれは全然関係ない。全く関係ないですね。なぜなら、伝わったから関係ない。そして、逆に良かった。それは発音が良くないということは、この人は日本語を勉強しているわけではない。多分ね。で、日本に長く住んでいるわけではない。多分旅行なんだろう。ね。それかね、日本に来てまだ時間が経っていない人だろうということがわかりますね。そういうことが僕たちは分かった。そして、その人たちは、それでも伝えよう。ね、その男性は、それでも伝えよう。発音は良くない。でも伝える。その、頑張るという気持ち。これが伝わってきますね。はあ。うん。そこが大事ですね。はい。そこが僕は、言葉をね、外国語を使うことが素晴らしいことだと思う。美しいですね。うん。人の好奇心とか、新しいことをやってみよう。小さいことですね。小さいことだけど、その気持ち、それを伝えることが、第一歩ですね。それを見て僕も、ね、今度、外国に行った時は、僕が外国に行ったら、緊張しても伝えよう、話してみようっていうふうに思いましたね。うん。ついついね、ついつい、例えば、韓国に行った時も、英語を使ってしまったり、英語を使ってしまうことがある。で韓国語を使った方が、伝わることがありますね。うん。緊張しても、発音が悪くても韓国語で、韓国にいたら話す。ね。トルコにいたらトルコ語を話す。ね。というのは、大事だなというふうに思ったことがありました。はい。今日はね、トピック、一つ話すことがありますね。それは体のことです。まあ、健康かな。健康とか、マッサージ、についてですね。僕はね、この前、朝起きたら、首が痛かったんです。首。ね、首が痛いな。あれって思ったんです。おはよう。あれ何かがおかしい。何かがおかしいぞって思ったんですね。それで、左を向いてみた。痛い。あれなんか左向くと痛い。右を向いてみた。右を向いてもちょっと痛い。ね。これは寝違える。多分寝違えたんですね。寝る、間違える。
寝方を間違える、寝違える、と言いますが、寝てる時に変な姿勢、何か違う姿勢で寝ていたんですね。だから首の位置がおかしかった。はい。それで僕は、接骨院に行きました。接骨院は病院なのかな。カイロプラクティックとかのに似ていますね。ジャンルとしてはカイロプラクティック。ね。まあ、カイロって日本では言いますね。あと、整体。ね。体を整える整体というものもありますが、まあ、ね、お医者さんのいる病院とはちょっと違うところのジャンル。でも、お店があって、そこに、体のことを知っている人がいて、体の勉強をした人がいる。そしてそこに通う。うん。そういうところです。僕は、整骨院ですね。骨についてのところです。に電話をしました。電話をして、そこに行くと、まあ、例えば電気をね、体につけて、電気をつけて、ちょっと柔らかくする。ね、筋肉を柔らかくする。筋肉をほぐす。そういうことをしてくれたり。まあ、手でマッサージ。ね、体をマッサージ、をしてもらって、筋肉をほぐす。筋肉を柔らかくする。そういうこともやってくれる。そういう場所です。そこはね、接骨院は例えば、そういう寝違えたとか、足をひねったね、足をひねる、捻挫すると言いますが、歩いていて、あーって転んで、足がグキってなる。ね、足が曲がってしまう。変な方向に曲がってしまう。そういうことはありますよね。スポーツをしていて、捻挫をしてしまった。そういう時に行くことがあります。ね。で、そこで時間をかけて治す。ね。そういうことにも使われる場所。それが整骨院。だから、そこに何回も通うことが多いです。ね。こう、週に1回行って、ね。今日は調子どうですか？まだ痛いですか？そうですか。じゃあ今日もやりましょう。治療をやりましょう。ね。ということが、できる場所ですね。うん。そして僕は最近初めてその整骨院に電話して、初めてなんです。初めてなんですが、今日は空いていますか？そういうふうに電話をしました。うん。そしたらね、あと空いていた。夜、もう8時だったのに、やっていた。ありがとう。首が痛いからね。うん。で、そこで、まあ、電気をつけて15分間やりました。寝そべって、ベッドに寝て、顔を下にして、うつ伏せにして寝ましたね。うん、そしたら、その整体師、ね、その人が、じゃあ、やっていきますね。で、電気。背中に何かを貼りました。ね、背中に貼って、その人は言いました。じゃあ、電気の強さを上げていくので、教えてください。ね、自分が気持ちがいいとき、ね、自分の気持ちがいいとき教えてください。ね、そしてどんどん電気が強くなっていく。ね、そしたら肩がこう揺れる。肩が震える。ね、そんな感じがしますね。ブル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 。ね。それはすごい気持ちいいんですよ。ね。そして僕は、これぐらいで。ちょっと強いです。ね。ちょっと強いです。
それで調節してもらいました。ね。そういう時は、ちょっと強いですと言うといいですよ。ちょっとは便利な言葉ですね。ちょっと今お時間いいですか？少し今お時間いいですかって言うと、柔らかい、ね、雰囲気になりますね。はい。そして、その後はマッサージをしてもらったんですね。うん。結果、すごくね、すっきりしました。ああ、かなりすっきりしましたよ。まあ、少しまだね、痛さはあるよ。ね、まだちょっと痛い。でも、なんかね、こう、息がしやすくなりましたよ。呼吸がね。うん。またね、行こうと思ってます。その整骨院は初めて。で、昔、2、3個、2個、3個違うところも行ったことがあります。それね、場所によって全然違います。雰囲気が全然違うんです。うん。で、そのね、こう、マッサージをしてくれる人、その人と相性が合うか。それがとっても大事ですね。うん。その最後、僕の最近行ったところはとっても良かったです。その人はね、もうかなりチルな人でした。かなりもう落ち着いていて、お金のことはあまり考えていない。そういう雰囲気。ね。ねえ、こう、やっぱり運動ができたらいいですねって言ってくれて。うん、運動がいいですよ。ねえ、やっぱりこういうところでお金ね、使われたくないですからね。みたいなことをね、言ってくれましたね。うん、その人がね、のサービスなのに。ね。ねえ、お金はこういうところでね、使わないのが一番ですからね。って言ってね。うん、まあ確かに。他にもね、まあ僕が、まあ最近の、ね、体の話をしていて、体調がちょっと悪いんですとかね、話をしていたらね、うん。やっぱりまあ、ストレスもありますよねって言って、うん。まあやっぱりね、こう、マインドフルネス、ね、メディテーション、それに近い話もしていました。うん、その人はね、まあやっぱり、まあスポーツとかいいですよ。ね。なぜなら、スポーツをやっているときは、あまり深く考えない。ね。考えすぎないから、すごくいいですよ。そういうことを言っていました。ね。まあ僕は、ポッドキャストでよく話していますが、考えすぎてしまう。考えすぎてしまう性格なんですね。これがいいんだろうか。いや、これがいいんだろうか。これが選ぶ。どうしよう。こういういいところがある。こういう悪いところがある。いや、でもこういう可能性もある。こういう可能性もある。ね、考えすぎる。そういう時に運動をしたり、ね、自分が楽しいことをしていると、あまり頭を考えすぎずに、そのことに集中できる。ね。うん、それはいいですよね。なんてことをね、言っていて、いや、わかります。いや、そうですよね。その通りです。なんて言ってね、思いました。だから、その人の考え方と僕の考え方が近い。そういう人に会えるって嬉しいですよね。ね、そういう整骨院でそういう人に出会えた。それは素晴らしい。だから相性ですね。その人と話が合えば、また、いいなってなるし。相性の合う人を見つけるのがいいですね。いい悪いじゃない。ね。いい人、悪い人ではなくて、相性ですからね。まあそんなことで皆さんも、ね、そういう回路とか生態行ったことありますかね？どうですか？あなたの国にはそういうものはありますか？ぜひ教えてくださいね。はい、じゃあ今日のポッドキャストはこれで終わりです。もしよかったらね、また別のエピソードも聞いていってくださいね。はい。
それではまたお会いしましょう。さよなら。